皆さんこんにちは、しおねるです。今回は信濃鉄道を走る観光列車六門に乗って軽井沢から長野へ、窓いっぱいに広がる信州の景色を楽しみながら美味しい食事や沿線の歴史に触れるゆったりとした列車旅を満喫します。本日は信濃鉄道軽井沢駅にやってきました。ここから観光列車の六門に乗車します。115系なので運行も短くなってきたということでたっぷり満喫してきます。この立派なお屋敷のような見た目の建物が軽井沢駅。新幹線の乗り場からも信濃鉄道には乗れるんですが、やっぱりこの旧軽井沢駅舎を見てからじゃないと乗れません。では六門に乗車する人だけが入れる六門ラウンジにまずは行きます。もう現時点で別荘に遊びに来たみたいな感じ。夢ですね、別荘。よいしょ。すごい。まだ誰もいないので私一人だけなんですけど、今めちゃくちゃ広いし高級感があります。すっごいお上品な気持ちになれます。ここはもともと貴賓室、皇族の方とかが列車を待つ時に使われていたお部屋です。それを当時の雰囲気を残しつつ、今は六門ラウンジとして六門に乗車する人だけが列車を待つ時に使える場所となっています。特別感があっていいですね。この一つ一つの家具とかも水戸岡英二さんのデザインです。縦長の大きい窓にカーテン。貴賓室っていうのは、あるんですが、ザ・軽井沢みたいな雰囲気がいいなって思います。こっちのちょっと廊下っていうのかなの部分にも座席があります。この絵めっちゃかっこいいな。ドリンクのサービスがあって、長野といえばのリンゴ、そしてお茶もあります。コーヒーとかもあるみたいですね。じゃあ私は三富士選びました。ここでドリンクを飲みながら、目の前ホームなので列車が来る様子もちょろっと見えます。あ、来た。あれは SR1 の青、来ました。今日の切符は観光列車のフリー切符です。なのでこれで6門乗れるんですけど、信濃鉄道軽井沢から長野間を今日1日乗り放題。あとはコースとか運行区間、あと席が書いてある紙ですね。オリジナルグッズの案内もあります。1号車に売ってるので後で行ってみます。駅の中にもいろいろ見たいものがあるので、私はそちらに向かいます。ホームに森のコリスキッズクラブっていうお店があります。レンタサイクルもやってる。グッズがいっぱい売ってます。今は期間限定で115系のグッズがたくさん置いてあります。なんだこれは。オリジナルヘルメット。あとはこういう部品系。わ、すごい。ここは昔のホーム。本当はこの今すごい目の前が広いんですけど、ここに線路があって乗ってたんですよね、ここから列車に。今使われている線路もここで切れてますが、この先まで伸びてました。2番線ホームに0キロポスト発見。信濃鉄道軽井沢駅に来たら絶対に見ないといけない。じゃーん。EF63 横川軽井沢間の碓氷峠専用の補助機関車です。これで 66.7 ミルっていう急勾配を登っていました。こういう感じで説明とかもしっかり書いてあるので、駅に来たっていうよりは博物館に来たみたいな感じで楽しめます。旧駅名表、アプト式鉄道
レールの間にあるのがこう歯車みたいにガチャガチャっと噛み合わせながら登っていくものですね。こちらがマルチプルタイタンパー。ちょっと形が潜水艦みたいな感じで、ここに乗ってみたい。まだ乗車前ですけど、録音ラウンジもありますし、グッズが売ってあるところもあったり、あとはこうやって昔の車両たちの展示が行われてたり、もう待ち時間が絶対に退屈しないから早めに来るのがやっぱいいなって今思いました。早めに来てよかった。車両は115系を改造したレトロな3両編成です。115系はもう順次引退が始まっていて、この列車に乗れる時間もあとわずかとなってきました。落ち着いた赤色が緑によく映えて、派手すぎないのに戦国武将のようなどっしりとした存在感があるなと思います。六門は軽井沢から長野間を結ぶしなの鉄道の観光列車。列車名は現在の上田市真田町にゆかりを持つ武将真田一族の家紋六門線にちなんで名付けられました。車体は沿線ゆかりの武将真田幸村の赤備えをイメージした濃い赤を基調に、真田市ゆかりの家紋六門線結び仮金須浜がゴールドであしらわれています。乗車開始を知らせるのはホームに響き渡るホラ貝の音。真田家をモチーフにした六門らしい戦国時代の出陣を思わせる旅への期待感が高まる演出です。1号車は家族連れやグループでの旅にぴったりな車両。2人4人掛けのボックス席に加えてゆったりくつろげるソファー席もあります。車両中央には木のプールも設置してあって子供も退屈しません。六門は大人に人気の観光列車というイメージですが、子供や家族にも寄り添った列車はすごくいいなと思いました。車内全体にみんなで旅を楽しんでほしいという優しさを感じます。こちらにはサービスカウンターもあり、ドリンクやオリジナルグッズの販売が行われています。2号車は沿線に広がる信州の景色を眺めながら食事を楽しめるラウンジ車両。カウンター席やソファー席が並び、ゆったりとした時間を過ごせる空間になっています。落ち着いた雰囲気のサロンスペースも用意されていて、観光列車ならではの優雅な旅を楽しめます。3号車は障子やヒノキを取り入れた和の雰囲気あふれる特別な空間。すでにいい匂いがする。個室にもできる落ち着いた空間でゆったりとした食事の時間を楽しめます。私が今回予約したのは軽井沢駅から長野駅までの運行で3号車座席の食事付きプラン。料金は1人18,500円です。こちら改造車両ですが、私の席はもともとドアがあった場所です。なので窓がすっごい大きく、景色がとっても見やすい席です。乗車しました。もう出発しちゃいますが、こんな感じで、半個室みたいな感じです。楽しみ。私は、マルチプルタイタンパーを見ながら出発です。ではここから約2時間の旅の始まりです。この後進行右手側でございますが、沿線の保育園前通過してまいります。園児たち園庭にいれば六門に向かってお見送りをしてくれますので、よかったら進行右手側ですね。この後ご注目いただければと思います。見てきます。ありがとう。すごくたくさん出てきてくれてます。ようこそこんにちはって書いてある。すごい可愛かった。見送りのために走って手振ってくれてる子もいました。今回私がいただくのは長野県坂城町にある美濃寺型榊のお料理です。最初に座席に用意されているのは彩り豊かな2段のお重。その後もスープにメイン、デザートまで続き、列車の中とは思えない本格的なコース料理を楽しめます。
ウェルカムドリンクはアルコール含む6種類から選ぶことができて、私は長野といえばのリンゴジュースにしました。ではウェルカムドリンクのリンゴジュースシナノゴールドです。よく振ってとおっしゃっていたので、よいしょ。すっごい透き通った黄色、レモンっぽく見えるくらいの色。いただきます。ちょっと酸っぱくて美味しい。キンキンだ。では早速いただきます。柚子のドレッシング結構効いてますね。パンをご用意させていただきます。今日はパン2種類出てくるんですが、まず1個目は塩麹を使ったパンでございます。ありがとうございます。それでは6問です。シナノお岩ケーキ、シナノお岩ケーキに到着です。信濃大岩ケーキに停車中です。標高955メートル、信濃鉄道の中でも最も標高の高い位置にある駅です。最も低いのは長野駅360メートルなので600メートルほどの高低差があります。列車は浅間山のふもとを沿うように走行中です。浅間山は長野県と群馬県の境にある活火山、日本百名山の一つとしても知られています。それではまもなく大きく開く浅間山は大変の大きなお山でございます。こちらです。どうですか？この日は分厚い雲が山を包み込み、下の方だけ見ることができました。青空の日にはこれだけの迫力で見ることができるそうです。ありがとうございます。浅間山の雄大な景色の手前には一面に広がるレタス畑。この浅間山麓一帯はみずみずしくシャキシャキとした歯ごたえが特徴の夏秋レタスの全国有数の産地として知られています。野菜もとっても新鮮で美味しいです。このチーズディップサラダっていうのがすごいおしゃれ。あ、すごいいいスモーク臭。本当は写真を撮る時間なんですが、今日は浅間山は隠れてしまってます。そして八代駅では停車時間が10分から15分ございまして、ホームに降りていただけるお時間となります。またお近くにちょっと固めのパン。もっちり。もう列車の中っていうよりレストランの中みたい。いただきます。お手洗い本当にどれも美味しい。辛っ。柔らかいお肉。まず皆様にご紹介したいのが、皆様のテーブルの大レジカウンターと座席にはメニュー表が用意されていて、ドリンクやおつまみなどを注文することができますし、オリジナルグッズは1号車のサービスカウンターで購入することができます。やっぱり事前にメニューを見て何を買おうかなって考えておけるのはありがたいです。オリジナルグッズの種類が豊富で迷ってしまいます。どれもおしゃれでさりげないデザインなので日常使いもしやすそうです。列車にはなんと本日のお料理を担当してくださっているお店のシェフが実際に同乗して盛り付けなどして提供してくださっています。こういう演出も含めてお腹がいっぱいに幸せに満たされます。小諸駅には現在小諸城市懐古園として整備されている日本百名城小諸城があります。こちらは城下町よりも低い場所にお城が築かれた日本唯一の穴城です。ヤギのチーズ。そうなんです。スープそのままでも美味しいんですけど、ぜひチーズを作っていただいて一緒に召し上がっていただきます。ありがとうございます。冷製スープです。で、この白いのはヤギのチーズだそうです。おしゃれすぎませんか？
めっちゃ美味しい。このそら豆がめっちゃ濃厚です。美味しい。こちらは夢香りという小麦を使ったパンでございます。ありがとうございます。どうぞ。おー。こちらはですね、サルシッチャと申しまして、大ぶりのソーセージでございます。もしよければ、ぜひ香りだけでもね、嗅いでみてください、ね。はい、ありがとうございます。玉ねぎ、新玉ねぎのソースをつけて。お肉柔らかい。このハーブとかも全体的にふわんと香ってくる感じで、美味しい。作っているところがワイナリーもやっているそうで、そこのワインをこのメインに合うようにセレクトして今日は試飲させていただけるそうです。いただきます。赤ワインですけど全然重たくない。田中駅の駅舎は近くの宿場町雲野宿の街並みをイメージしたデザインです。火事を防ぐためのうだつや木製の雲野格子が使われていて、宿場町らしい雰囲気を感じられます。新しいパンがあったかい。きっと音聞こえてると思うんですけど、レースみたいに羽みたいに広がる雲がとっても綺麗です。あっという間に食べちゃった。この新玉ねぎのソースがすごい甘くて、クリームみたいな感じ。こちらは信濃国分寺資料館。上田市の歴史や国分寺にまつわる貴重な資料を見ることができます。車掌からは信濃鉄道の本社が見えてきました。社員の皆さんが総出でお見送りしてくださいます。六門ではお見送りをしてもらえるポイントがいくつかあります。地域の方々と触れ合える心温まる時間です。上田駅到着です。上田駅では停車時間が長めなのでホームに降りられます。こちらは長野県の銘菓みすず飴。上田駅では6問限定仕様で販売されています。お土産販売の他にはパネルを持って記念撮影もしていただけるので、ホームは大盛り上がりです。上田駅を出てすぐ車窓の奥に小さく見えてくるのが真田家の居城、上田城です。真田家をテーマにした列車で真田家の歴史を見る瞬間、こちらは見逃せません。見どころは車内でリアルタイムに案内してもらえるので、景色を見逃す心配もありません。左右どちらの車窓にも見どころがあって、3号車の場合はちょっと反対側車窓が見にくい仕様にはなっているのですが、フリースペースが用意されています。反対側の景色も気軽に楽しめるのが嬉しいポイントです。せっかくなのでこの帽子をかぶって記念撮影撮ります。よいしょ。じゃーん。気分は車掌さんです。こんな感じで制帽をかぶって、フリースペースなのでここでゆったりすることもできます。これもあるボード。じゃーん。車窓にはのどかな街並みと、それを守るように連なる山々、長野らしい穏やかな風景が広がっています。でちょっとお散歩して帰ってきました。そしてスタンプも無事押しました。これに花、切符、これを差し込んで、これで完成です。記念に持って帰ります。今日はですね、ア
甘酒とワイン酵母を使ったパンナコッタでございまして、上のソースがルバーブというお野菜のソースでございます。ネズミクッキー、そしてデザートに、紅茶かコーヒーもついてきます。ではパンナコッタいただきます。上のソースがちょっと酸っぱいので、この下のパンナコッタの甘さとちょうどいい感じにあって、これは結構いっぱい食べられそう。美味しい。グイーンとカーブしてます。トンネルの通過です。通常30秒のところ電車の速度を落としまして、約3倍の時間、数分ほどかけまして参ります。普段とは違う夜行列車風の車内の雰囲気をお楽しみください。記念撮影撮ってくださいました。トンネルの中って通常もう真っ暗になって車窓も見えないから、なんかつまらないって思ってしまう方も多いかもしれないんですけど、その時間も楽しめる空間にしてくださってすごい嬉しい。そしてやっぱりこの車内なので暗い雰囲気がよく合うんですよ。この光と沿線で唯一のトンネルの中ですね。戸倉駅は100年以上の歴史がある戸倉上山田温泉の玄関口です。美肌の湯とも知られていて、温泉に入りたいなと思いながら駅に近づいたんですが、なんとアナウンスで温泉まんじゅうが運ばれてくると聞きました。嬉しいサプライズにワクワクです。なんか今から温泉まんじゅうを届けてもらえるそうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。戸倉上山田温泉の、今朝作りたての温泉まんじゅう。まさかこんなものあると思ってなくてびっくり。嬉しい。こちらは長野県坂城町のキャラクターねずこんのクッキー、ねずみ大根という特産品の大根が使われているそうです。ちょっとしょっぱめで美味しい。六門の旅を温かく彩ってくださった皆様にお見送りいただいて、戸倉駅を出発します。沿線ではいつもの景色でも、旅をしている私にはこの日常の風景さえ特別な景色です。八代駅に到着しました。ホームでは千曲市地元フルーツを使ったジャムやドライフルーツが販売されています。私はドライフルーツが大好きなので、ドライフルーツを購入しました。太陽の光に照らされるとちょっと印象も違っていて、この赤は少し朱色っぽく見えて、このまま甲冑にできそうなすごくかっこいいデザインだなと改めて感じます。あと5分で到着だ。早い。最後まったり過ごします。お料理は量もちょうどよく、運ばれてくるタイミングもすごいバッチシで、列車の中なんですがレストランでコース料理を楽しんでいるような感覚になりました。もう長野駅が近いんですが、だいぶ山が遠くなりましたね。千曲川渡りますよ。八代駅を出ると車窓にはゆったりと流れる千曲川。長野県から新潟県まで続く大きな川で、新潟県に入ると信濃川という名前に変わります。鉄橋越しに眺める雄大な川の流れも列車旅だからこそ出会える特別な景色です。ピンバッジを買いました。じゃん、六門のピンバッジ、リュックにつけようと思います。
間もなく長野駅でもう到着かなんて名残惜しく思っている時にまたサプライズです。六門からお土産の七味でございます。ございます。こちら六門の洋食コースに乗った方限定の七味でございます。絵の上手な乗務員さんが描いたオコジョとホラガイ、すごい。これ私が描いたらもうオコジョはもう未確認生物になってしまいますが、めちゃくちゃ可愛い。そしてこちらは六門が柄に入っております。途中下車もあり、車窓の景色が次々と変わっていくので最後まで飽きることなく楽しめます。景色や食事をゆったり楽しんでいたら本当にあっという間の約2時間ですが、不思議と慌ただしさはなくて、この時間を存分に味わい、気づけば長野に到着していました。本日は観光列車6本にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。電車はありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、よかったらチェックしてみてください。またねー。